まずですね、じゃあ、JBBY というのは1974年に IBBY という団体の日本支部として発足をしたんですけれども、まず最初に IBBY についてちょっとお話をしようと思います。で、IBBY というのは、第二次大戦後に、イエラ・レップマンという方が作ったものなんですけれども、イエラ・レップマンさんはドイツに住むユダヤ人で、戦争中はナチスの迫害を逃れて国外にいました。そして戦争が終わってからドイツに戻ってきた方なんですけれども、そしてドイツの子どもたちのためにということでいろいろ活動をなさった方なんですけれども、たまたま私が訳した本にそのことがちょっと出ておりますので、後ろの方にイエラ・レップマンさんの、について紹介した部分がありますので、そこでちょっとお話をしようと思うんですけれども、イエラ・レップマンさんは素晴らしい子どもの本は人々が理解し合うための架け橋になるというふうに思っていました。そして、ドイツに戻ってからなんですけれども、今ドイツの子どもたちはとても疲弊していて貧困で読む本がありません。なので本を送ってくださいませんかという手紙を20の国に出しました。で、この国というのはほとんどがですね、戦争でドイツと戦った国でした。なので、周りの人たちはドイツの子どもたちのために本なんか送ってくれるはずがないよというふうに言っていたんですけれども、この20の国のうち19の国は本を送ってくれました。でも一つだけ送ってくれなかった国がありました。でもイエラ・レップマンさんはめげずにまた手紙を出したんですね。それで、ドイツの子どもたちは新たな出発をしなければいけない。二度と戦争を起こさないためには、さまざまな国の子どもたちと友達にならなくてはいけない。だから今ドイツの子どもたちにはあなたの国の本も必要なのですということを言ったんですね。で、この国はベルギーという国でしたけれども、本を結局は送ってくれたんですね。で、その本を元にして、レップマンさんは国際児童図書館を作り IBBY を設立したということになります。次にですね、SDGs と JBBY の活動についてお話をしたいと思います。JBBY は SDGs の活動をするためにのための団体ではないので、結果としてつながっているところがあるよというお話をしようと思うんですけれども、JBBY は今ですね、日本の子どもの本の中からおすすめの本を紹介する、海外に紹介する Japanese Children's Books という本を、カタログと言ってもいいと思うんですけれども出しています。それからこれは英語で出ているんですけれども、日本語にしたのがこちらです。それから、日本でオリジナルが出ているのではないんだけれども、海外の本を翻訳して、翻訳書の中からおすすめの本を選んでいるおすすめ世界の子どもの本というこの3種類のブックレットを毎年出しています。で、この時に、私たちは、選書して執筆するっていう委員が何人かいるんですけれども、その時に私たちは話し合いをしながら選書をするんですけれども、なるべくですね SDGs が目標にしているようなですね、海の汚染の問題からジェンダー平等の問題から安全な水の問題からエネルギーの問題、それから気候変動の問題などを、取り上げている本を
なるべくたくさん紹介できるようにしたいなというふうには思っています。ただその SDGs だからということではなくて、これはもともと地球の未来を考えるためには必要な本だよねっていうことで選んでいます。あとはこれはいいテーマだからということではなくて、本そのものの質とか面白さとか、本作りがどうなのかっていう点も考慮して選んでいます。でその他に、JBBY では世界の子どもの本、世界各国支部から集まってきた素晴らしい本を紹介するの世界の児童書、それから、障害を持った子どもたちのことも考慮しようねということで、バリアフリー児童図書を紹介するブックレット、こういうものも出しています。次にはSDGs と希望プロジェクトということでお話をしようと思うんですけれども、希望プロジェクトというのはJBBY の中の一つの活動です。で、この希望プロジェクトには2つの柱があって、一つは今、日本にいる子どもたちの中で困難を抱えている子どもたちについて知ろうという学びの会です。これは講師を呼んでお話を聞いています。それから2つ目は、困難を抱えている子どもたちを本で支援するという実際の活動です。で、この本で支援する実際の活動の中にいくつかあるんですけれども、一つは、これは仮に私たちが少年院ライブラリーというふうに呼んできたものなんですけれども、少年院とか鑑別所等にいる子どもたちは職員の方たちと話をしたときに、予算はちゃんとある、図書の予算はたくさんあるんだけれども、どういう本を選んでいいかなかなかそこまで手が回らないのでリストを作ってもらえないかという声をいただきました。それで考えたのがこういう本なんですけれども、明日の本棚というリストを作りました。これはサブタイトルが本との出会いが少ない子どもたちに向けたブックリストというふうになっていますので、少年院とか鑑別所だけではなくて、そういうお子さんたちがいらっしゃるいろいろな場所で使っていただけると思うんですけれども、これが職員向けのブックリストです。で、中はこんなふうになっていますけれども、子ども向けというのはまた別に作っておりまして、例えば、読んでみない面白い本で、これは本棚に並んでいる本についてなんですけれども、表紙を見せてくださいねっていうふうにお願いして、作った本があるんですけれども、それを子ども向けにしたのが、例えばこんなふうに1枚ずつカードになっていて、これはそれぞれの施設で、これをファイルにしていただいてもいいし、何か閉じて、子どもたちが見られるようにしていただいてもいいんですけど、こういうものがあります。それから、海外から日本に避難してきた子どもたちに本を手渡す活動っていうのもやっています。これは今ウクライナからの避難民の中に子どもたちもいっぱいいるということで、その子どもたちを対象にすると同時に、それ以外の地域から避難してきた子どもたちにも本を送ろうということでやっております。これは文字を読まなくてもわかる絵本が12点、それからウクライナ語の子どもの本40点の中から
子ども個人個人が好きな本を送っています。で、ウクライナ語の本についてはウクライナ書籍協会のご好意で、コピーライトなしで、印刷製本してよろしいということで JBBY が簡易印刷簡易製本をしてお送りしているということになります。それから明日の本プロジェクトというのを東北大震災後に被災した子どもたちのために行っていたやっぱり本で支援するという活動をやっていたんですけれども、その継続で福島の放射線被害を受けた子どもたちに本を送るという活動もしています。私は子どもの本というのは子どもの周りに大人が開けていく窓だというふうに思っているんですね。で、窓を開けるのは、子ども自身なんですけれども、用意するのは大人で、そこの窓を開けると、今こことは違う風景が見えてくる、違う世界が見えてくる、違う価値観が見えてくるっていう、そういう窓だと思っているんですね。だからなるべく多様な窓を大人が用意していく必要があるなっていうふうに思っています。で、その窓が子どもの生死に関わるっていう場合もあるなっていうふうに思ってるんですけれども、例えば私も翻訳しているアフリカ系アメリカ人の作家の方は、小さい頃はとても苦しい生活、辛い生活だったので、本を通して今こことは別の世界があるっていうことを知らなかったら生きていけなかっただろうっていうふうに言ってるんですね。だからアフリカ系アメリカ人の方の場合は多分人種差別ということが大きな要素だったと思うんですけれども、日本にももういじめとか虐待とか、いろんな問題を抱えて生きている子どもがいるので、窓を開けたら違う世界が見えるよっていうことはとても大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。ただ、本を渡せば子どもは読むかっていうとなかなかそうもいかないというところがあるので、渡す人たちがどんなふうにこの本面白いよって言って渡せるのかっていうことが多分大きな鍵になってくるのかなっていうふうに思っています。で、それは何かを教える本だけではなくて、もう底抜けに楽しい本とかくつろげる本とか、何か別のものが今こことは別のものが見えてくるっていうことが大事だろうなっていうふうに思っています。先ほども言ったんですけれども、子どもたちがいろいろな世界を覗き見ることができる、自分の心で感じて自分の頭で考えることができるようになるための種になるような本というのを、子どもの本に関わっている方たちは出していってほしいし、それから手渡していってほしいなっていうふうに思っています。それからもう一つは今はコロナ禍のせいもあってとても日本の人たち、あるいは日本を動かしていく人たちがどうも内向きになっているような気がするんですね。なので、翻訳の本っていうのがとても少なくなってきているというふうに思うんですけれども、できたら多様な窓を開けていくために翻訳の本もぜひ続けて出していってほしいなっていうふうに思っています。それからそのためになんですけれども、子どもの本に関わる人たちはこれからどんな社会をどんな世界を子
子どもたちに手渡していったらいいのか、そのためには大人としてどんなことをやっていったらいいのかっていうことも考えて本を出したり手渡したりしていっていただきたいなっていうふうに思っています。